冬の低山って装備を間違えると歩けるのにずっと辛い、そんな登山になります。おはようございます。岩崎です。今日は冬の低山スタイルとパッキングについてじっくりお話ししていきます。冬の低山に行ってみたいけど、こんなことで悩んだことありませんか？雪山じゃないから大丈夫かな？でも寒そうだし、装備はどこまで必要？着込みすぎても暑そうだし、少なすぎるのも不安。特に登山を始めたばかりだと、何を基準に準備すればいいのかわからない。これが一番の悩みだと思います。冬の低山って雪山ほど装備を固めなくていい反面、これで本当に大丈夫かなと不安になりやすい季節でもありますよね。寒さだったり風だったり、思った以上に日陰が多かったり、標高は低くても冬ならではの難しさがあるなと感じています。今日は私自身が実際に歩いてきた経験をもとに、これがあって不安が減った、そんな装備や考え方を女性目線でできるだけ分かりやすくお話しいたします。冬の低山行ってみたいけど少し不安、そんな方に安心材料を持ち帰ってもらえる動画になれれば嬉しいです。それでは始めます。どうぞ。まず最初にこの動画の前提をお伝えします。今回想定しているのは雪山ではありません。標高1000メートル前後の低山です。日帰り登山、本格的なアイゼンやピッケルが必要な厳しい冬山の話ではありません。ちょっとした寒い季節の低山を安全に気持ちよく歩く、そんなイメージでご覧ください。冬の低山で一番大切だと思っていることは、とにかく暖かそうな格好をすることではありません。大切なのは調整できることです。登山中は登っている時は暑くなり、立ち止まると一気に冷えます。この寒暖差が冬の登山をしんどくさせる一番の原因だと思っています。特に女性は冷えやすい体質の方も多いですよね。でもそれは体力がないとか弱いとかそういうことではありません。体質として冷えやすい、だからこそ装備でカバーすればいい、私はそう思っています。今日は寒くならなかった、怖くならなかったという視点でお話ししていきます。まずはレイヤリングです。基本はこの4つ。ドライレイヤー、ベースレイヤー、ミドルレイヤー、アウターです。ここからは私が実際に冬の低山で使っているレイヤリングを上から順に一つずつご紹介します。まず一番下の肌に直接触れるドライレイヤーです。私が使っているのはファイントラックのドライレイヤーベーシックブラタンクトップです。これは暖かくするためというより、汗を肌に残さないために着ています。最初は正直半信半疑でしたが、冬でも登っていると意外と汗をかくので、これを着ていると汗冷えをあまり感じなくなり、一度使ってから手放せなくなりました。次がベースレイヤーです。私が使っているのはモンベルのメリノウールのベースレイヤー、これです。これは肌触りが優しくて冷えにくい、そして長時間着ていても不快感が少ないという点が冬の低山ではとても安心でした。そしてミドルレイヤーです。私の場合、ミドルは歩いている時に着るというより、歩き始めや止まった時に着るものとして使っています。使っているのはこのフリースや河川綿ジャケットです。歩いている時に着っぱなしにすると汗をかきやすくなるので、休憩に入る前にさっと羽織るという使い方をしています。この切り替えを覚えてから冬の登山がかなり楽になりました。最後がアウターです。私がアウターに求めているのは、暖かさよりも風を止めてくれることです。低山でも風があるだけで体感温度は一気に下がります。レインウェアは風をしっかり止めてくれるので、寒いかもと思った時に着るとかなり安心できます。こんな感じで私は汗を逃がす、冷やさない、
必要な時に足すという役割ごとにレイヤリングを考えています。全部を一気に着る必要はありません。足せる状態で持っている、これだけで冬の低山の不安はかなり減ると思います。上半身のレイヤリングを整えたら、次に大事なのが下半身です。正直登山を始めた頃は上ばかり気にしていて、パンツはとりあえずこれでいいかなと思っていました。でも冬の低山を何度か歩いてみて、下半身の冷えって想像以上にストレスになるということに気づきました。私が冬の低山で使っているのはモンベルの中圧でのパンツです。特に女性は下半身が冷えると体全体が寒く感じやすいと思います。寒いなぁと思いながら歩くと、楽しさよりも心もとなさが勝ってしまうので、下半身は少し安心寄りに考えていいと私は思っています。雨が降っていなくても冬の低山ではレインパンツを防寒として使うこともあります。風が強い時や休憩中に重ねるだけで体感温度がぐっと上がります。ここからは着る頻度よりも持っている安心感にフォーカスしていきます。防寒アイテムです。私が持っていくのはモンベルのダウンジャケットです。歩いている間はほとんど着ませんが、休憩の時や風が強い場所ではこれがあるだけで本当に助かります。次に帽子やヘッドバンドです。首元や頭が冷えると一気に体感温度が下がります。逆にここを守れるだけで体全体が暖かく感じることも多いです。そしてグローブは必ず予備を1セット持っていきます。濡れたりうまく使えなかった時にこれがあるだけで気持ちに余裕が生まれます。冬の登山では手先の冷えイコール不安になりやすいので、ここは特に大切にしています。冬の低山では使わなかったイコール失敗ではありません。使わずに済んだイコール安心だったという考え方でいいと思っています。次は足元です。低山だからといって足元を軽く見てしまうと冬は一気に辛くなります。私が使っているのはモンベルの厚手のソックスです。足先が冷えるとそれだけでもう帰りたいなという気持ちが出てきます。なので冬は薄さよりも冷えにくさを優先しています。靴は冬対応の登山靴を使っています。安全な雪山用じゃなくてもしっかりした靴で足元が安定するだけで心配がかなり減りました。冬の低山は足元が快適かどうかで登山の印象が大きく変わります。まだ歩けるよりも気持ちよく歩けるを大事にしてほしいなと思います。次は地味だけど効く装備です。一つ目は座れるマット。これはモンベルの畳パッドを使用しています。二つ目、温かい飲み物はモンベルのチタンアルパインサーモボトルを使っています。高い保温効果と非常に軽量なため蛍光性にとても良いです。チタン特徴として飲み物に金属特有の匂いが移りにくいので、飲み物本来の風味が楽しめるのもお気に入りです。全部使うわけではありません。でもザックに入っているだけで平穏でいられる、そんな装備です。冬の低山では不安を減らすことがとても大切だと感じています。最後に私がやってしまった失敗談です。一つ目、歩き始め寒かったので着込みすぎて脱ぐのをめんどくさがったらダウンが汗で濡れてしまい寒くなってしまいました。二つ目、アンダーウェアを甘く見ていて綿のものをしていたら冷えてお腹が痛くなってしまいました。三つ目、手袋をワンセットしか持たず濡れた場所に手をつき冷えてしまいました。四つ目、風を想定していなかったので寒さに耐えきれず山頂からすぐに下山することになってしまいました。失敗してみて初めて分かったことばかりです。だからこそこれから冬の低山に行く方には同じ思いをしてほしくないなと思っています。ここからは冬の低山で私が実際にしているパッキングを一つずつお見せしながら説明します。ポイントは
軽くすることよりも不安を増やさないこと。今日はなぜこの位置に入れているのか、どんな場面で使うのかという視点でお話ししていきます。まず考えているのは、重いものは背中に近く真ん中に、そしてよく使うものは上や外側、使うかわからないけどないと不安なものは下。この分け方をするだけで歩いている時の安定感が全然違います。まず一番下には、今日はほぼ使わないけど入っているだけで安心なものを入れます。予備の着替え、エマージェンシー用のもの、替えのアンダーウェア。特に女性は下着が快適かどうかで気持ちの余裕が全然違います。使わなかったらラッキーくらいの気持ちで下に入れています。次はザックの中央、背中に近い位置です。ここには水、行動食をまとめたもの、防寒着、軽く畳んだもの。重たいものを体に近づけることで歩いている時のブレが減ります。冬はバランスが崩れるとそれだけで不安になります。ここは一番大事な場所だと思っています。次にすぐ使う可能性があるものです。ダウンや河川ジャケット、レインウェア。これは圧縮しすぎず、さっと取り出せる状態にしています。寒いと感じてからごそごそ探すのは冬は本当にしんどいです。すぐに対応できることが不安を減らしてくれます。次は小物をまとめたポーチです。予備グローブ、ネックゲイター、ヘッドライト、ファーストエイド。バラバラに入れると必要な時に焦ってしまいます。ひとまとめにしておくと、これを出せば大丈夫という安心感があります。ここには行動中にすぐ使うもの、行動食、グローブ、帽子。特に冬は手袋の付け外しが多いので出し入れしやすい場所が重要です。外付けは私は最低限にしています。座れるマット、濡れたもの、引っかかりやすかったりバランスが崩れやすいので、基本は中に入れる派です。全部入れたら必ず一度背負ってみます。重心が高すぎないか、左右に偏っていないか、背中でゴロゴロしないか。これを家で一度やるだけで当日の安心感が全然違います。冬の低山はしっかり準備すればとても気持ちよく歩けます。全部揃えなくてもいいですが、冷えない、蒸れない、風を防ぐ、この3つはぜひ大切にしてみてください。特に女性は冷えやすい前提で、アンダーや防寒を少し丁寧に考えていいと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの冬の低山でこれがあって助かった装備や、冬の低山でこれは欠かせないというものがあれば、ぜひコメントで教えてください。チャンネル登録、高評価、ハイプ、そしてアンケートが出ている方は答えていただけたらとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。